帰ってきました。撮影を終えて順調にサクサクっと進んで、予定よりも2時間ほど巻いて帰ってきました。夜はビリー・アイリッシュの香水のイベントがあるんですけど、早く終わったから今日ちょっと喉の調子がねあんまり良くないので、早めに手を打とうということで脇坂鍼灸院で針の治療をしに行きたいと思います。私扁桃腺が結構弱くてすぐ腫れちゃうんですけど、一回腫れちゃうとすごい熱が出ちゃって使い物にならないので、喉がちょっとでも痛くなったらすぐ脇坂鍼灸院に行って治療してもらってるんですけど、針の治療を始めてからもうほんと喉とか腫れることがなくなってめちゃくちゃ助かってるので、今日も先に先手ということで針の治療をしてきます。その後にそのままビリーのイベントに行こうと思ってるんだけど、ちょっとイベントなのでもうちょっとだけなんか洒落た感じに着替えようかな。Oi, gente! Ah! 今日は我が家でディナーパーティーでございます。ご覧の通りで、予定してたよりも人数がかなり増えて嬉しいことなんですけど、ちょっと食器マッチしてるやつとかフォークとかがなくてグラスも違うな感じになっちゃったんですけど、なんとかギリギリ足りました。みんなのところにペーパーナプキンこの間ヘイで買ったんですけど、これすごい可愛くて気に入ってるやつを並べていきたいと思います。早速使えて嬉しい。ひとまずこんな感じで前菜だけセットしました。ハロー、ただいま私歯医者さんに向かっております。実はここの八重はセラミックなんですけど、両方ともセラミックにして、でこっちだけね割れちゃったの。やり直したら新しく入ったセラミックの色が他の歯と色が違って、それがずっと気になってて、でもせっかくやったしなとか結構高かったしなと思っていろいろ迷ってたんですけど、でも新しい歯医者さんがとっても信頼できる先生なので、ここはやっぱり変えようということで今日これをやり直しに行きます。やっぱりね、笑った時とかに歯の色違って気になるなって結構コンプレックスだったし、自信がなくなっちゃうポイントだったから、今回新しくできるということですごい楽しみにしてました。その新しい歯医者さんのその歯を作ってる技工士さんで合ってるかな、違うかもしれないけど、歯を作ってる先生がめちゃくちゃ上手な先生で、もう本当にどれがセラミックかとか分かんないぐらい上手だっていうお話だったので、ちょっとこの歯がもっと自然になるといいなと思っております。帰ってきました、歯医者から。激しい、もうすごかった。やっぱ歯を削るってすごいね、すごいハイカロリーなことだと思う。すごい音するじゃないですか、頭の中で。なんか口の中っていうよりは頭に響いて、ものすごいこの世の終わりみたいな音が鳴るから、私は本当に苦手で、パニックじゃないけどすごい気持ちが影響されてしまって、やはり苦手だなと今日も感じておりました。セラミックの歯を削って今狩り場が入ってるんですけど、結構狩り場感全開のやつが入ってて、本ちゃんのセラミックの歯は2週間後にできるということなので、私はしばらく狩り場で過ごすことになります。 Hello, hello. Hi, how are you? Good, how are you? I'm good. How's New York?
ハロー、今日はこれからシャネルのイベントに参ります。今日はね、アイシャドウのイベントということで、現地でアイメイクをしてくださるらしいので、今ベースメイクだけしております。ファンデとチークとハイライトと眉毛は眉マスカラだけしっかりしていて、リップはサラッとしたやつを今塗ってるんだけど、アイシャドウの色がまだわからないので、濃いアイシャドウだった時用に濃いめのリップもバッグに一応入れてます。多分現地でリップとかも塗ってくれると思うんですけど、まあ備えあれば憂いなしということで、自分でもちゃんと持っていこうかなと思ってます。今日の衣装はサスペンダーなの。珍しくこのサスペンダーのパンツがシャネルのもので、これは私物でピアスもシャネルで、バッグもシャネルでございます。すごいちっちゃくてこれ携帯入んないからちょっと違うバッグ持ってくんですけど、で靴は今日は私物です。シャネルのアイシャドウすごい好きだから、どんな色が出るんだろうと思ってすごい楽しみでございます。じゃあ行ってきます。おはよう。今日はですね、この間の Vlog で、この間って言ってもちょっと前なんだけど、最近のお気に入りのもの、良かったよっていうものを紹介したセクションが好評だったので、今日の Vlog でも紹介したいなと思ってて、最近いただいたギフトの中でこれすっごい良かった、これめっちゃ可愛かった、すごい気になってる、みんなに紹介したいっていうものを紹介していきます。まずはこちらです。ほい、靴でござんす。アロハスっていうブランドがあるんですけど、すごい人気なので知ってる人も多いかもしれませんが、今っぽいキュートっていうかクールなやつもありますけど、すごい今っぽい靴のデザインのブランドですごい人気なんですけど、今回靴を2足送っていただきまして、それがウェブで見たのよりも何倍も可愛かったので、みんなに見せたいです。1足目はこの間ザローの靴を購入品で紹介したと思うんですけど、あれはもう一生ものクラシックのローファーで、もう一癖あるローファーが欲しいなということで、アロハスのローファーをオーダーしました。じゃあ可愛くないですか、このローファー。ちょっとザローとは全然違った感じなんですけど、ここにバックルがあって、この辺がちょっとクシュクシュっとしてるディティールがあるものなんですけど、めっちゃ可愛い。これ開けた時ってなりました。ちょっとこのレザーのテクスチャーとかツヤ感とかがあって、いろんなコーディネートに合ってくれるんじゃないかなと思います。素足で履いても可愛いし、靴下と合わせても可愛いかなと思います。次はスニーカーです。ずっとサンバを履いてて、そろそろ違うスニーカー履きたいな。今の気分としてはスリムなスニーカーがすごい気分で、ダットスニーカーみたいないっぱいこうボリュームがある飾りが多いやつじゃなくて、スリムでスラックスとかにも合いながらもカジュアルなデニムとかにも合うような靴が欲しいなと思ってて、今回こちらをセレクトしました。これもねめっちゃ可愛かった。じゃあ可愛くないですか、これめっちゃ可愛い。この色がさ、ここのブラウンも可愛いし、この濃くなってるところも可愛いし、ここにちょっとフラップっていうんですか、これ合ってるかながついてて、紐の色もちゃんとこう合ってる感じも可愛いし、ちょっとここはボリュームあるんですけど、全体的には比較的スリムな感じのデザインなのも気に入ってます。私ソールに結構こだわりがあるんですけど、このソールの色が靴との相性がすごい悪い時があるじゃないですか。サンバは黒にああいう感じのやつがついてて、でも色はすごい同じトーンの合ってるやつじゃないんだけどでもメイクセンスする。こっちはもうトーンがさ完璧じゃないですか。あとこの厚さもすごくちょうどいいし、あとスニーカーも軽いし、履き心地ももう試したんですけどすごい良かったので、めちゃくちゃ気に入っております。続きましてがスキンケアです。私初めてではないでしょうか、トナーというものに興味を持ちまして、 TikTok でトナーを使ったらすっごい肌が綺麗になったっていう女性のビデオがめっちゃバズってて、私のタイムラインにも出てきたんですけど、ちょっと一回トナー使ってみたいと思ってたらトナーが届きまして、こちらです。はい、韓国ブランドのやつなんですけど、私この読み方がわからなくてですね、ヒュクスレイやってるかな、はい、これです。
このトナーすごい良かったです。何がすごい気に入ったかって香りがめちゃくちゃ良くて、私あんまり香料が強いものは好きじゃないんですけど、これは自然な植物の香りみたいな感じですごい使い心地が良くって、リフレッシュする感じがすごいあるの。拭き取り化粧水みたいな感じでやってる時に保湿力も結構高いので、トナーって乾燥させるイメージがあったんですけど、使い終わった後になんかちゃんと保湿されてるいい感じかもっていうことでとても気に入ってます。私は朝洗顔した後に拭き取り化粧水みたいにして美容液してクリームしてるんですけど、夜はレチノールつけてるからこれはスキップしてるんだけど、朝使ってて結構いい感じです。次がこれです。ほい、ファミュの新しいやつなんですけど、これがローズミルキーエッセンスってやつで、ここは化粧水の層で、ここはクリームの層なんだって。まだ私これ使ってないんですけど、なんで今日紹介してるかっていうと、レチノール入ってるの、この中に。そうきたかと思って、ファミュの商品は本当信頼してるので、新しいものも必ずチェックしてるんですけど、レチノール入ってんのエッセンスにと思って、それはぜひ使ってみたいということで、気になるじゃんっていうことで今回紹介しております。ちょっとつるんとしてくれるんじゃないかなと思ってるので、また使った際皆さんに報告しますね。次はヘアケアです。こちら、ほい、打って変わって使用感がもう半分ぐらいないんですけど、ウカのスカルプクレンジングです。これがイズスカルプクレンジングディープ&ライトペパーミントフレッシュっていうやつで、これの何がいいって直に頭皮につけられるんですよ。でシャンプーしてる時っていっぱい泡立ってるんだけど、実は頭皮まで届いてないみたいなことありません？ちゃんと意識しないと頭皮に直に洗うものがついてないみたいなことがあるから、こういう頭皮用のスカルプクレンジングのこういうタイプの容器で週に1回から2回ぐらい頭皮のケアを私はしてます。ミントフレッシュって書いてあるだけあって、めっちゃスースーするの。すごいスッキリ感がすごくて、今のこのめっちゃまだ暑い季節に頭皮の匂いが気になる人とか、汚れ落ちてない気がするなっていう人とかにすごいおすすめだし、あとは頭をめちゃくちゃ使った日、パソコンの作業がすごい多かったとか、アイディアをひねり出さなきゃいけなかった日とかって、私頭がほてるって言ったらいいのかな、すごい不安不安ってなって重たくなることがあるんですけど、そういう時とかにこういうスッキリするスカルプケアのものを使うと頭がさって軽くなってくれるので、そういう意味でもとても気に入っております。ここからがコスメでございます。めっちゃ可愛いコスメが届いたのでみんなに紹介したいです。まずはこちら見て、このチャームめっちゃ可愛くないですか？ディオールのグロスなんですけど、このチャームがめっちゃ可愛い。しかもこのグロス色もすっごい可愛いです。リップグローバターってやつなんだけど、すごいスルスルってした感じのテクスチャーのグロスで、ベタベタしないからもうその時点ですごい好きなんですけど、絶妙なのこの色味。すっごい分かりづらい。ちょっと待って、広げてみようかな。なんかね、紫パープルブラウンみたいな感じの、でもなんか広げたらなお分かりづらいかも。どうかなこういう感じの色でもまさしくこの色、このパッケージと同じ感じの色で透け感があって、今っぽくてこなれ感があって、すっごい好きです。結構ツヤツヤになってくれるし、このグロスはもう本当に可愛い。しかもこのビジュアルさ、もうポーチの中に入ってたら上がること間違いなしじゃないですか。すごいよね、これ考えた人。めっちゃ可愛いと思うんだけど。次はチーク、2種類違うタイプなんですけど、両方ともディオールです。今回ディオールのコスメが本当に可愛かった。こっちからいくね。これがスティックタイプのこういうチークなんですけど、この色がめっちゃ可愛い。発色がすっごい良くて、ブルーっぽいピンクなんですけど、でも広げるとすごい肌なじみが良くって、すごい可愛いこのチークってなったチークです。こちら、はい、めっちゃ可愛くない？これトントントンってしただけでこんなに発色するんだよ。しかもこう伸ばしていくと結構自然な感じに肌に馴染んでいってくれるので、それもすっごいいいなと思ってて、こういうさスティックタイプのやつってベンってついてなんかすごい固まっちゃってあんまり広がらなくて、なんかちょっとすごい難しいかもってなるタイプもあるんですけど、これはこういう感じでもう血色じゅわっとみたいな感じで広がってくれるので、すごく可愛いです。もっと私発色がいいのが好みなんだけどって人は重ねていくとしっかり発色するので、コントロールがすごいしやすいチークかなと思います。こちらは
パウダータイプ。これもねめっちゃ可愛いの。見てくださいこの色。今日のチークはこれをつけてる。すっごい発色よくって、もうちょっとつけただけでパッて出て肌にすごい馴染んでってくれる。じゅわっとしたこれも血色感な感じのチークなんですけど、なんて言ったらいいのかな、こじゃれた感じの色味。ただのピンク、ただの赤じゃなくて、ちょっとお上品で大人ですね、そのカラーっていう感じの色なのがめちゃくちゃ可愛いなと思ってます。ディオールのこのチークのシリーズはめちゃくちゃ人気だから、みんなね素晴らしさをすごいよく知ってると思うんですけど、この色本当に可愛いです。こんな感じです。こっちの方がカメラで見てわかるかな、こっちの方がねオレンジみが、赤みが強い感じ、こっちは青みが強い感じのタイプの色味です。伝わる？伝われ、伝わってくれ。でもめっちゃ可愛いねこの色。やっぱりすごい本当に可愛い。はい、一旦こちらで本日は終了なんですけれども、でも他にもねいろいろ紹介したいものがあるし、あと新しいものじゃなくて、やっぱすごいいいよねこれっていうものとかもあるから、ちょっと近々お気に入りのビデオとかやってみてもいいかなと思ってます。これのおすすめ知りたいとか、これ紹介してほしいとかがあったら、ぜひコメントの欄にコメントをください。皆さんのコメントを読んで参考にさせてもらって、でお気に入りのビデオをやりたいなと思います。これからフィッティングに参ります。明日バーバリーのファッションショーがあるので、それで着る衣装を水地と一緒にフィッティングしに参ります。おはようございます。本日は G オードナリーのポップアップに向かっております。この間の購入品のビデオでも暑苦しく語らせていただいたのですが、とても好きなブランドでございまして、すっごい昔にパリに行った時にセレクトショップに置いてあって、そこで出会ったのが初めての出会いですかね。なので2018年とか、もうちょっと前かな、嘘ついてるかな、でもそんぐらいです。はい。で夫婦ともども G オードナリーのファンなので、今日はセンを連れてポップアップに向かっております。帰ってきました。 G オードナリーのポップアップから。実はニットの展示会にもその後行こうと思ったんですけど、この後バーバリーのファッションショーがあるので、ちょっとバタバタしちゃうかなと思って、ニットは日を改めて行こうと思ってます。 G オードナリーのポップアップすごくよく考えられてて、とても面白かったです。リーズナブルな値段で高品質なものを作ってるブランドだから、それを考えた時に何だろうってなってコンビニになったんだって。コンビニでそういろんな種類のものがあるから、こういろんな種類のものを置いて、リップクリームとか他のプロダクトとかもおにぎりみたいな形にしたりとか、あとお弁当の形にしてたりとかして、とても面白いポップアップでございました。で上にカフェもやってて、そのカフェでブランドの方とお話できたりとかもして、すごく興味深い時間になって楽しかったです。おみやをいただいたんですけれども、今回なんとお米、 G オードナリーのお米、なんかお米の成分を使ってるプロダクトがあって、それに合わせてお米ということだそうです。すごいずっしり、これ何キロ、2キロのコシヒカリをいただきました。あともちろんこのコスメもいただいてきたんですけど、日本では何が人気なんですかって聞いたらね、このセラム、これかな、あ、これだ、ナイアシンアミドのセラムが一番人気なんだって。やっぱりなんとこれが1800円なんだって。すごくないですか？ナイアシンアミド 10%、亜鉛 1% のフェイスセラムっていうやつなんですけど、ナイアシンアミドって人気の成分だから皆さん知ってると思うんですけど、ブランドさんアイテムによって結構効果が
ら歌ってる効果が違うと思うんだけど、 G オードナリーのやつは毛穴にめっちゃ効くっていう効果があるらしいです。私これ使ったことなかったので使ってみるのすごい楽しみです。毛穴小さくしたい。もう一個がこちらです。これがね、乳酸 5% ヒアルロン酸が入ってる AHA フェイスセラムということで、私がヒーリングソリューションをすごい好きなのを知ってくださってたんですけど、やはり日本の成分にはちょっと強すぎるということで、あれが日本ではローンチしてないんですけど、あれに近いアイテムだとこれになるっていうことでした。私これ使ったことないからこれも楽しみなんです、使うの。ピンクのね、ピンクっていうかちょっとこうオレンジっぽい感じの液体でござんす。まあHA が入ってるんで、ちょっと葉がやんわりこうターンオーバーを早くするような感じだと思うんですけど、これも使ってみたいと思います。もう一個がさっき言ったおにぎりのパッケージで、こちらこの間のロンドンの旅でも買ってたリップクリームがおにぎりのパッケージになって置いてました。みんなと一緒に開けよう。ここからこうおにぎり、本当におにぎりみたいな感じで開きます。おお、はいこのパッケージ本当に可愛いよね。今までこういうのなかったな、パッケージリップのって思うんですけど、嬉しい。この後はバーバリーのイベントに出席するので、ちょっとその準備をしようかなと思ってるんですけど、朝衣装が届いたのでそれにちょっとアイロンをかけたりとかして、お化粧もして髪の毛とかもちょこっとだけ、できる限りやってあんまり得意じゃないですけど、で出発になると思います。